風吹いてる時はさ、うん、自分で想像した以上に乾くんだよね。ああ、やっぱそうなんですね。だから多めにやってんの。うん、やんなくてもいいかなと思うようなところへもうやっとかないとさ、うんうんうん、枯れちゃいますもんね。台風なんてどういうふうに転ぶか分かんないからね。うん、そういうところ難しいよね。台風の対処の仕方は。ああ、そうですよね。しなくてもさ、はい。いいよな。水やってるだけでさ、あと切り戻して。そうですね。育ちが結構やっぱり成長が早いですよね。成長早いし、動物やいいし、うん。寒さに弱いけど、ああ、寒さに弱いけどね、そんなに苦にはならないから。確かにそうですね。この暑さでも全然葉焼けとかしてないですもんね。僕は一生懸命やってるけどね。うん。やっぱ口なしは結構水が好きなんですね。水と肥料をね。うん。しかしこれ卵を産みに来てんですよね。そうそう。台風の時のはい。対処の仕方っていうのはさ、うん。台風の速度が速くなったりさ、遅くなったりさ、風吹いたり、雨降るって言ってたのが降んなかったりさ、だからね、うん。万全期してないとね、葉焼いたりなんかしちゃうの。ああ。ちょっと難しいんだよ。矢島さん的にはどういうふうなこの台風の対処は？まず鼻から背の高いものを下へ下ろすっていう、転落させないっていう、あ、転落させない。それが一つでしょ。はい。それからこうやって水の管理がどういうふうな台風っていうのは変化するじゃん。ああ、そうですね。だからどういうふうになっても大丈夫なように水はしっかりやる。台風の前にしっかり水をやるってことですね。風が吹くから、はい。風が吹いた分乾くでしょ。はい。だから枯らしたりなんかするんですよ。あ、そういうことなんですね。矢島さん、この心拍は何をするんですか？ちょっとシャリを入れる。はい。もうシャリは年がら年中シャリ心拍は入れられるんですか？そうだね。はい。いつでもできるよね。あ、ほんのちょっとなんですね。あ、これからですか、本格的に。この針金は邪魔だからそう。ちょっと葉っぱを上の方に上げるって感じですかね。そっちの右側のシャリはいつぐらいにやったんですか？これ？これは去年かな。あ、去年。よくここまでひねくりましたよね。これね、畑でこういうのを作ってる人いるんで。思いっきりいかないとここまでひねくれないですよね、こういうところもね、力ずくでやらないと。細いうちにやってんだよね。で、太ったからなおさらこういう曲が目立ってくる。ああ、そうですね。これは
はシャリを作るところですか？うんね、間間違っちゃうといけないからね。うん。わあ、面白いぐらいの結構ね受験になりますね。これ1年ぐらい経つとはい。結構味になってくるんだよ。ね、白くなりますもんね、そこが。よりちょっと深いね。なんかやっていくうちに全部削りたくなっちゃいますね。だんだん派手になるよな。うん。もうこの時点で本当にさっきとは変わりますよねって変わって。変わるよね。うん。